皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の1月の14日火曜日ですね。時間が比較的今日は早く、日本時間の夜の9時26分ということで約30分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、ブログ記事再掲ですね。なぜ欧州ロスチャイルド家は50兆ドル、約5400兆円ものとてつもない資産を秘密裏に蓄積できたのかというのが今日のメインテーマです。ということで今日のワイワイニュースライブ通算で2919回目ですね。現時点で、音声も映像も問題なく配信されているということですね。はい。ということで今日の放送を始めたいと思います。最初は今日のお知らせ、最新のお知らせですけど、昨日の放送の中でも取り上げましたけど、田中隆作さんがですね、今月1月24日支払い期限のサーバー料金34万3405円の支払いに苦しんでいるということなんですね。で、昨日もこの画像ですね、サーバー会社から送られてきた1年間のですね、サーバー利用料金34万3405円と、これが支払い期限が1月の24日になってるんですね。ということで、もしもこの支払いができないとすると、田中隆作ジャーナルの配信が停止されるということなんですね。で、ご存知のように日本では本当に数の少ない、ワシントン条約の希少価値、絶滅の危機にあるような独立系ジャーナリストの一人である田中隆作さんの取材活動ですね、今まで通りに継続してもらいたいということで、緊急に財政支援をする必要があるでしょうということで、ぜひ皆さんのお力をお借りしたいということなんです。それで、具体的にですね、支援金の支払いの必要情報っていうのは、昨日も紹介しましたけど、この田中隆作ジャーナルの URL を開けば、そこに、銀行情報が書いてありますので、ぜひお願いしたいということですね。そして2つ目が昨日の放送のメインテーマ、英国の風刺画家スティーブ・カット氏作成の地球を粉砕機にかけてドルに変える人間の風刺画は、我々が暮らす超金融資本主義社会の本質を表しているというテーマで、これをですね、非常に、分かりやすく123ということで番号をつけてですね、この人間ですね、粉砕機に地球をかけている人間から2番目が地球、粉砕機にかけられている地球と、で3番目が粉砕機ですね、地球を粉砕するとドルが大量に出てくるという打ち出の小槌みたいな粉砕機、これの123の説明書きがですね、左側に書いてあるんですね。で、全体が超金融資本主義だと。で、1がロスチャイルド国際金融マフィアだと。から2番目が地球ですね。我々の生活の基盤であり、動植物の基盤であり、天然資源の基盤だと。これが全部破壊されるということですよね。で、3つ目。これが信用創造特権である
この打ち出の小槌、これは政府、中央銀行、民間銀行、それぞれが信用相続特権を独占して、その三位一体で国民資産、要するに地球ですよね、国民資産を横領することによって、莫大な資産をかすめ取っているという非常に分かりやすい表紙になっています。で、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが249名様、YouTube が212名様で、全部で461名ですね。K さん、コンティニューコインですね。から、ゆきまるまさん、ケーキ、先週の根っこ勉強会、見ましたと、充実した内容でした。ありがとうございます。ということですね。から石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。で、コンティニューコイン、配信ありがとうございますということですね。から今日の放送の前のコメントですね。砂月金さん、雪組、トランプの制裁恫喝がここ数十年前のアメリカ計画を暴露、イラクの完全植民地化、マスコミに乗らない海外記事ということですね。はい。そして翔さんがコンティニューコインですね。そして、3つ目のお知らせ、明日水曜日の放送は外国語放送ですので、先週の水曜日は英日語放送したんで、明日は仏日語放送を予定通りやりますということです。ということで、今までのところをアップします。田中隆作ジャーナルへの財政支援のお願いということですね。毎月 3万円ぐらいですね。年間で34万円と。でもしもこの支払いができないと、田中優作ジャーナルの配信停止に追い込まれるということで、活動停止になっちゃうんですね。ですから数少ない日本の独立系ジャーナリストである田中優作さんの取材をですね、今後も続けてもらいたいということで、緊急の財政支援をする必要があるということで、皆さんお願いしますということですね。それで、具体的にはですね、銀行、送金先の銀行情報等々は、この URL、の記事の一番最後のところに書かれてますんで、これですね。ということです。そして昨日のメインテーマですね。なかなかよくできてるスティーブ・カットさんの風刺画です。風刺画は我々が生活している超金融資本主義の本質をよく表しているということですね。それで現時点での視聴者数461名と。
から3つ目が明日の放送は普通日語放送をする予定ですということです。そして今日の映像ですけど、これは昨日ですね、マイケル・ジャクソンのマネーという歌の日本語訳を取り上げたんですけど、今日はその YouTube での歌ですね、マイケル・ジャクソンが歌っている歌、これを取り上げるということで、今まで10万回ぐらいの、視聴があったということですね。そして次がですね、今日の深読み情報ということで、昨日のいわゆる超金融資本主義の現在の段階ということで、ロシアの国際金融マフィアが世界支配階級として、世界各国の中国を除いて中央銀行を支配し、BIS とか IMF とか世界銀行とかという、国際金融機関を支配し、そして、民間の大手、民間の株を支配しているということを、取り上げたんですけど、深読みとしてですね、世界最大の銀行トップ10、トップ20と20というのを調べてみたんですね。で、1位から4位が全部中国なんですよ。中国銀行なんですよ。で、5位にようやく日本の三菱 UFJ フィナンシャルグループが入ると。5位が JP モルガン・チェイスが入ると、アメリカで。7番目が HSBC ホールディングスというイギリスですね。香港、上海、植民地の時から巨大な銀行として存在した銀行ですね、イギリスの。で、8番目がバンクオブアメリカと。9番目がBNPパリバ、フランス。で、10番目がクレディアグリコール、これもフランスですね。フランスの農林中金みたいなものですね。で、11番目がシティグループ、アメリカということで、12番目にゆうちょ銀行、日本、これが12番目で、13番目がウェールズ・ファーゴというアメリカ、14番目が三井住友ファイナンシャルグループ日本、16番目が15、16っていうのがほぼ同じなんですね、資産のあれが。みずほファイナンシャルグループ日本と、それからサンタンデールというスペインの銀行ですね。15、16で、17が、ドイツ銀行、18がソシエテ・ジェネラルフランス、19位が BPCE グループという、これフランスですね、合併した銀行ですんで、BPCSCE っていうんですね。から20番目がバークレイズとイギリスと、これが世界銀行総資産のランキング20ですね。だから中国が後進国だから高度成長が可能なんだというバカなことを言う人間がまだいるんですけど、1位から4位までが中国銀行が占めてるんですよ。それがなんで後進国の銀行が世界トップ20の中の1位から4位を占めてるかっていう、全然合わないですよね。で、1位から4位の中国銀行、1位が中国工商銀行、2位が中国建設銀行、3位が中国農業銀行、第4位が中国銀行ということなんで、
この4つの銀行はロシアド国際金融マフィアの支配下にないということなんですね。これが決定的な違いなんですね。で5位の三菱 UFJ とか JP モルガンそのものですよね。から HSBC ホールディングイギリス、ほとんど他の5位以下の巨大銀行のほとんどをロシアドが占めているということがよくわかりますよね。土山純一さんですね。お茶バック10とコンティニューコインが2枚ですね。いつもありがとうございます。それから砂月金さんですね。毎回アップしていただいている初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。それから砂月金さん、雪組ですね。ブログ再開、ブログ記事再開、今日のメインテーマですね。ワイワイニュースライブはただいま配信中ということです。から K さんが田中隆作ジャーナルへの財政支援のお願いというのをリツイートしてくれました。ですから1人2000円とか3000円で100名の方がいればどうにか間に合うんですよね。というのが今日の深読み情報でした。これちょっとアップしますかね。世界の2020年度の総資産別世界最大銀行トップ20というところで、1位から4位までが中国銀行ということで、これ全部入るかな。1位2位までですね。これもダメだ。数字はとりあえず URL、 出典の URL ですね。そして1、2、3、4位。これもマイナス27。これでいいんですね。3位までですね。1位、2位、3位。例の平成バブルの時ですよね。1985年、6年から、あの時点で、このランキングは1位から10位までが日本の銀行が全部占めてたんですね。そういう時もあったんですよ。そして、ビス規制っていうのをかけられて、バブルが崩壊して、日本の銀行がいわゆる倒産する銀行まで出てきたというところまで追い込まれたんですね。それは1985年ぐらいからですよ。例の平成バブルが始まった時、そして89年を境にして崩壊したんですね。90年に。それから日本の経済はずっと低成長に苦しんでいるということですよね。3位 C56、これでいいかな。 C56、 4が中国銀行、5が三菱 UFJ ファイナンシャルグループ、
6が JP モルガンチェスから789、7が HSBC、8がバンコブアメリカ、9番目がベーヌペ、パリ、フランス、パリバか、10、11、12、10がクレディ・アグリコール、11番目がシティグループアメリカ、12番目がゆうちょ日本と。はマイナス9。キララカットさんですね。13、14、16、17、18、13がウェルズ・ファーゴ、アメリカ。聞いたことないですけどね。14が三井住友、16がみずほ。日本関係は1、2、3、4、4つですかね。そして19、20がフランスとイギリス。20番目がバークレーズですね。イギリスですね。はい。そして今日の注目情報ですね。これはムン・ジェイン韓国大統領による巨大化した韓国検察権力解体の動きということで、2つ具体的な動きがあった。これ、ハンギョレの記事を2つ取り上げたんですね。1つは検事の警察捜査、指揮権を廃止したと。検察と警察、名実ともに協力関係にということで、今までは圧倒的にですね、検察の力が強くて、警察捜査の指揮権を検事が持ってたということだったんですね。それを廃止して、協力関係に改めるということ。これがハンギョレ新聞の最初の記事です。それから2つ目が法務部ですね。いわゆる韓国の法務省。検察職制改編へと41の直接指揮部署のうち13部署を廃止したと。これがハンギョレです。だからようやくですね、韓国で、絶大なる権力を握ってた検察のいわゆる民主化、検察権力の解体の動きがここに来て一挙に加速されたという記事です。これは日本には絶対ありえないようなことですよね、これね。だから市民革命政権を樹立しない限り日本ではありえないんですよ。だから逆に言えばムン・ジェイン韓国政権というのは市民革命政権ということなんですよね。完全な形じゃないですけど、財閥解体まで言わないもんね。
これですね。これが最初のハンギョレの記事。画期的ですよね。から2つ目、法務部が検察職制改編と41の、直接捜査部署のうち13部署を廃止したという、かなりラディカルにやってますよね。ということです。そして今日の推奨本ですね。この本の昨日の続きですね。グレタたった一人のストライキということで、お母さんが中心になって、家族全員で話し合いながらこの本を作ったということなんですね。今回は第13回目、一難去ってまた一難ということで2ページですね。読みますね。一難去ってまた一難と。グレタは診断名を得た半年後に平穏な人生に戻り、生活には日課が戻ったと。そして2015年、新しい学校に通い始めたと。一方、4年生のベアタは音楽とダンスに生きていたと。イギリスのガールズグループ、リトルミックスの大ファンで、部屋の壁にも4人のメンバー、ベリー、シェイド、ジューシー、リー・アンの写真を飾っていたと。ベアタ自身も音楽の小さな天才だったと。私は必要とあらばオペラの1作品中の自分の歌曲を2日でマスターできる。私よりも音感のいい人はほとんどいない。でもベアタは例外だったと。さまざまな歌手が出演するスカンセン、薬中ストックホルムの野外博物館の夏の野外コンサートで数千人の観客を前に完璧に自分の歌を歌い切ったと。テレビで生中継されているというのに緊張のかけらも見せなかったと。彼女よりも音楽の習得が早い人を私はこれまで見たことも聞いたこともないと。だがその年、ベアタの怒り発作は頻度を増していったと。私たちがグレタの世話にかかりっきりになっていた頃で、まだ10歳なのにその怒りのぶつけ方はティーンエイジャーよりも激しかったと。学校では行儀よく振る舞っていたが、家に帰ると当たり散らしたと。私たちと一緒にいることに耐えられなくなっていたのだろう。スバンテと私がやることすべてにイラついたと。音、味、衣服、どれをとってもとてつもなく敏感で、家ではそのフラストレーションを爆発させたと。毎日が努力の連続だったと。それほど疲れているのかも、それがいかに判断を鈍らせているかもわからないほどだったと。ということで、妹さんの発作がですね、一難去って一難ということで、グレタの方は診断名が分かったんで落ち着いてきたんですけど、妹の方が爆発し始めたということですね。そして明日明後日読むところは、難民に住まいを提供するというところです。これです。今読んだところをアップしますね。ということで、今日のメインテーマですね。ブログ記事再掲。なぜ欧州ロシア時計は50兆ドル、約5400兆円ものとてつもない資産を秘密裏に蓄積できたのかと。このブログはですね、去年、ちょうど1年前ですね。2019年1月30日
私のブログ杉並からの情報発信ですで配信したものなんですね。で、なぜ欧州ロシア時計は50兆億ドル約5400兆円ものとてつもない資産を秘密裏に蓄積できたのかという、その答えはどこにあるのかということで、この本の中にあるというのですね。孫本民さん、中国の経済評論家、経済学者ですね。孫本民さんが書かれた2008年に書いたんですね。ちょうどリーマンショックバブルが弾ける直前に出したんですね。彼はもう予想してたんですね。世界的な金融恐慌が来るということを予想してこの本を書いたんですね。そして日本では2009年5月20日にランダムハウス講談社というところがこの本を出したんですね。でこれを私は2018年、8ヶ月かけてですね、これを読んだんですね。朗読したんですね。全部この分厚い本を。非常にいい本ですね。これは素晴らしい本です。まだ Amazon で中古本として流通していると思うんで、もしも興味がありますればぜひお買い求めて、買っていただいて中をですね、時間かけてもいいからじっくり読む価値のある本だと思いますね。で、この記事、なぜ欧州ロシア時計はとてつもない資産を蓄積できたのかということですね。で、このブログ記事の最景はじめ、その答えは昨年2018年8ヶ月にわたって朗読した中国の経済学者孫本斌氏の著書ロシア道通貨強奪の歴史とそのシナリオランダムハウス2009年5月20日間の中に詳細に述べられているので、その要点を書き起こしたものを以下に再掲するということなんで、で第1章ロスチャイド家世界一の大富豪ということですね。で本題の主題と本章の主題ということで、アメリカの雑誌フォーブスの世界長者番付で2008年度には現役を引退したため世界ランキングの2位となったマイクロソフトの創業者ビル・ゲイツが2009年3月の発表ではまた1位に返り咲き、新たに株価の下落で前年の位置から落ちた著名投資家ウォーレン・バフェットが入ったとメディアは騒いだと。だがあなたがこれらの話を真に受けているのならメディアに一杯食わされていることになると。なぜなら大富豪の真のトップは世界長者番付などには出てこないように西側のメディアをコントロールしていると。ロシア時計は今も銀行業を営んでいると。しかし北京や上海の街角で100名の中国人にロシア銀行のことを聞いても誰一人も知らないだろうと。たとえ99人の中国人がシティバンクを知っているだとしてもだと。中国人にとって聞き慣れないロシアイドとは一体どんな人物なのかと。もし金融業者がロシアイドを知らないならば、それはナポレオンを知らない軍人やアインシュタインを知らない物理学者のように極めて不可思議なことだと。しかし大多数の中国人が知らなくてもそれは別に奇怪なことでも意外なことでもない。ただロシア時計が実は中国や世界の人々の過去現在未来に大きな影響を与えてきたにもかかわらず、これほど知名度が低く鳴りを潜める能力に長けていることには驚きを禁じ得ないと。そういうことなんですね。ロスチャイド家は一体どれだけの財産を持っているのだろうかと。それは世界の謎の一つだと。少なく見積もっても50兆ドル約5000兆円はあると言われていると。この時は1ドルが100円で計算したんですね。
ロスチャイルド家がいかにしてこの50兆ドルを手に入れたかをこれから紹介していくことにしようと。ロスチャイルド家が金融政治戦争という残忍な戦場を勝ち抜き、この200年間で最も強大な金融帝国を築き上げた背景には、健康な家族制度、精密で外部から見えない暗闇の中での操作、精密な調整力、市場より敏速な情報収集、一貫した冷静な理性、お金への際限なき執着と欲望、お金と富に対する洞察力と天才的な読みなどがあったのであるということなんですね。これは第1章なんですね。で、第2章。国際銀行家とアメリカ大統領の100年戦争ということで、本書の主題、中国の歴史が政治と権力闘争の歴史であり、皇帝の心を理解しなければ中国の歴史の本質に迫り得ないというなら、西洋の歴史は金銭闘争の歴史であり、その金融政策を知らなければその歴史はわからないと言えると。アメリカ史は国際勢力からの干渉と陰謀に満ち溢れていると。国際金融勢力がアメリカの中枢に入り込み、アメリカ経済を転覆させようとしていることを人々が知っていたら、鳥肌が立つような不安を感じただろうと。しかし彼らは人々に知られないように侵入し続けてきたのだと。民主制度は封建的専制に対抗するために生まれた集中的な防御の仕組みであり、その設計と構築、そして実践は大きな成果を上げたと。しかし民主制度は金銭が生み出した新種の権力であるウイルスに対しては信頼できるほどの抵抗力を持っていなかったと。そういうことなんですね。で、この新しい体制である民主制度は通貨発行権を牛耳ることによって国を支配する戦略を取ってきた国際銀行家の戦略に対して対応策と防御の面で大きな欠陥があったと。アメリカ政府は南北戦争後も100年にわたって民営の中央銀行の設立という金融分野の最重要課題をめぐって金銭に関わる超特殊利益集団とも言うべきグループと命を懸けて戦い続けてきたと。その過程では7人の大統領が暗殺され、数多くの議員が命を落としたと。アメリカの歴史学者によれば、アメリカ大統領の死傷率は第二次世界大戦時のノルマンディー上陸作戦第一陣の平均死傷率を上回ると。中国が金融分野を全面的に開放するに伴い、国際銀行家が相次いで中国金融産業の心臓部に入り込んでくるだろうと。アメリカで起きたことが今の中国でも繰り返されるのか、まずアメリカの近代史から見ていこうと。これが第2章だったんですね。で、第3章、連邦準備銀行、私有中央銀行と。本書の主題。正直に言ってアメリカ連邦準備銀行が国有でなく私有の中央銀行、すなわち民間の中央銀行であることを知っている中国の経済学者は今でも少ないと思われると。いわゆる連邦準備銀行はその実連邦でも準備でもなく、また銀行とも言える存在なのだ。銀行とも言えない存在なのだと。多くの中国人は当然ながらアメリカ政府がドルを発行していると思っているだろうが、アメリカ政府は実は通貨の発行権を持っていないと。1963年、ケネディ大統領が暗殺された後に、アメリカ政府は最後に残っていた通貨の発行権も失ってしまったのだと。アメリカ政府がドルを欲しければ、国民から未来の徴税を私有銀行である連邦準備銀行に担保として差し入れ、連邦準備銀行に連邦銀行券、すなわちドル紙幣を発行してもらうんだと。これが信用創造特権なんですね。だから国民から未来の徴税を私有中央銀行では連邦
準備銀行に担保として差し入れると。これが国債なんですよね。政府が発行する国債を担保にして、銀行券を借り入れると。連邦準備銀行の性質と来歴はアメリカの学会とメディアにとってはタブーであると。メディアは毎日同性愛者の結婚問題のような痛くも痒くもない話題を延々と議論しているが、一人一人の国民の日々の利害に関わる通貨発行の支配者は誰かといった最重要問題には一言も触れないのであると。本書ではこの重要問題について触れ、アメリカの主要メディアがろ過してしまった連邦準備銀行の成立の秘密についてお話しすることにしたいと。虫眼鏡を手に取り、世界史の中の重大事件の結末に向けレンズをゆっくりと動かすと、次の歴史的事件の全容が見えてくると。1913年12月23日、アメリカの人民が選んだ政府が金融権力によって転覆したと。転覆されたと。第4章ですね。第一次世界大戦と大不況、国際銀行家の豊穣なる季節ということで、本書の主題、戦争するには資金が必要だと。大きな戦争ほど戦費もかさむと。それは当たり前のことであると。だが問題は誰が戦費を出すかということだと。ヨーロッパやアメリカの政府には通貨の発行権はないため、銀行家から借りるしかないと。戦争はあらゆる物質を瞬く間に消耗すると。鍋を潰して武器に変え、すべてのものを失っても、それでも最後まで戦うことを強いると。交戦国の政府はどんな代償を払っても戦争を続け、条件など考慮もせず銀行家から融資を受けることになると。それゆえ銀行家は戦争を好むと。また銀行家は自ら戦争を仕組み、きっかけを提供し、そして支援すると。国際銀行家が所有する立派な建物は、すべて犠牲者の亡霊がさまよう廃墟の上に建てられているんだと。金儲けのもう一つの重要な手段は、経済危機を演出することであると。国際銀行家はまず銀行信用取引を拡大すると。するとバブルが起こり、国民は莫大な資金を投機市場に注ぎ込むことになると。投資ブームが最も高まった時点で金融引き締めに転じ、景気低迷と資産価値の暴落を引き起こすと。有料資産の価格は通常の10分の1、あるいは100分の1に下落すると。そしてさらに安い値段になったとき、その有料資産を買収するのだと。これは国際金融家の間では羊毛狩りと呼ばれていると。私有中央銀行が設立されてからの羊毛狩りは、それまで歴史上誰も経験したことのないほど程度も規模も大きなものになっていったと。間近では1997年にアジアの小竜ですね、小さい竜、香港、韓国、台湾、シンガポールと小虎っていうんですか、小さい虎、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピンで羊毛狩りが起きたと。中国という肥えた羊が次に羊毛狩り毛を刈り取られるかどうかは中国次第であると。過去に起きた目に余るほどの残酷な羊毛狩りの惨劇を中国が真剣に研究し、対策を立てるかどうかにかかってんだと。中国の国有銀行もインフレを誘発して利益を刈り取る誘惑に駆られなかったわけではないと。しかし結局中国は人民が血を吐く思いで手にした財産をインフレを利用して奪うことはせず、またその能力もなかったと。そういう悪意を持った人間が国内にはいなかったため、中国は建国以来一度も重大な経済危機が起きなかったんだと。しかし海外の銀行が中国市場に進出し、国際金融資本家が来てからは状況が一変したと。これが第4章ですね。第5章、インフレにおける申請。本書の主題、ケインズは金を野蛮な異物と称した。ではなぜケインズは金を魔物に例えたのだろうかと。断固としてインフレに反対していたケインズがなぜ金の敵になったのかと。アラン・グリーンスパンは40歳の時には金本位制の擁護者だったが、
連邦準備制度理事会の議長に就任してからは態度を一変させたと。2002年に彼は金は依然として世界の究極の支払い手段なのであると主張してはいるものの、1990年代に発生した西側諸国の中央銀行家による金価格の抑圧という陰謀を傍観していたのだと。国際銀行家たちと彼らの御用達の学者はどうしてここまで金を憎むのかと。なぜケインズの貨幣論はこれほど彼らに歓迎されるのかと。人類社会5000年の長い歴史の中で、いかなる時代、国家、宗教、民族においても金は富の最終形だと認められてきたと。この根強い考え方は決してケインズが軽々しく金は野蛮な異物というだけで抹殺されるものではないと。金と富の必然的なつながりは古くから人々の生活の中に自然に存在していると。国民が政府の政策や経済の先行きに心配ならば、手持ちの紙幣を金に変えて、状況の回復を待つことができるのだと。紙幣を自由に金に変えられることは人々にとって最も基本的な経済上の基盤なのであると。この基盤に立ってこそ民主主義やさまざまな形の自由が実際の意味を持ってくると。国民が紙幣を金に交換するというもともと存在している権利を政府が強制的に剥奪したとき、国民の最も基本的な自由を根本から奪い取ったということになると。国際銀行家たちは金が普通の貴金属でないことをよく知っていると。金は唯一デリケートな歴史を背負っている政治金属であり、金問題にうまく対応できなければ世界規模の金融危機を誘発してしまうと。正常な社会において金本位制を排除すれば深刻な社会不安はひいては暴力革命を引き起こすことになるだろう。だが極めて異例な社会においてのみ国民は仕方なく一時的にこの権利を放棄するのだ。そして銀行家たちは深刻な経済の危機と衰退という極めて異例な社会を必要とする理由であると。経済の危機と衰退の脅威の中で国民は容易に妥協し、団結は壊れやすく、社会の注意力は分散し、銀行家たちの策略が最も実現しやすくなると。このため銀行家たちは経済の危機と衰退を政府と国民に対する最も有効な武器として繰り返して利用してきたんだと。国際銀行家たちは1929年以降の深刻な経済危機を巧みに利用して、正常な状態では極めて実現しがたい金本位制廃止という大業を成し遂げ、第二次世界大戦に至る金融の道を建設したと。で、第8章、不意打ちの通貨戦争。我々は高い尾根に立つ狼のように鹿の群れを見下ろしていると。タイの経済ではアジアの虎に例えられてきたが、今は傷を負った獲物のようだと。我々が手負いの獲物を猟の標的にしたのは鹿の一群を健康にするためであったと。これちょっとおかしいね。鹿の一群を友人リンデンタイムズ紙アジア版とで第8章の本題の主題ですね。商品の供給を独占すれば距離が得られると。通貨が不可欠な商品であり、一国の通貨発行権を独占できれば莫大な利益を獲得する魔法の杖を手に入れたのも同然となると。数百年以来国際銀行家たちが知恵を絞り手段を選ばず国家の通貨発行権を独占しようとした理由がここにあると。彼らの最終目的は世界の通貨発行権を独占することなんだと。世界の通貨発行権を支配するために国際銀行家たちは1970年代から一連の通貨戦争を勃発させたと。ドル高の維持、発展途上国の解体、競争相手の
撲滅などがそれだと。狙いは世界経済をコントロールしながら解体し、ロンドンのシティとウォール街が支配する世界政府、世界通貨と世界税収の礎を作り上げることであると。ここで注意しなければならないのは、国際銀行家は超特殊利益集団であるということだと。彼らはいかなる国家、政府にも属さず、逆に国家と政府を支配する。彼らはある時はドルとアメリカの力を発揮利用するが、時期到来となるとドルを攻撃する側に回ると。1929年の大恐慌に匹敵する経済危機を世界規模で引き起こし、各国政府に多くの主権を放棄させ、地域内の通貨統合を進めたり、個別政府制度の維持を諦めさせると。中国の金融システムを攻撃することが彼らの最重要課題となっていることは疑う余地がないと。問題はいつ攻撃するか、どんな方法で攻撃するかなのだと。何々〇〇を願っているだけでは悲惨な結果を招くことになるだろうと。彼らが用いる方法は日本を攻撃した手段と似ているかもしれないと。まず中国でスーパーバブルを引き起こすと。中国も彼らの援助で1985年から90年の日本のように、数年間の繁栄が続くと。バブルですね。そして彼らは実行に移すのだと。遠距離日食触媒か遠距離接触型かの金融核攻撃を仕掛け、世界中の中国経済の信頼を失わせ、海外と国内の資金を中国から追い出してしまうと。その後で極めて安い価格で中国の社会資本などのコア資産を買収し、中国経済を徹底的に解体し、世界を統一する最も重要な一歩を踏み出すというシナリオだと。で、第10章、万世を測るものと。金も自由と同じようにその価値を低く見積もったところに我慢している必要はないと。ロト・アイリック・モリル米財務長官、1813年から83年。本書の主題、1890年のロンドンは世界の金融システムの太陽だったと。その100年後の1950年にはニューヨークに世界の富が集中したと。では2005年、国際金融の王座には誰が座っているんだろうと。有史以来、各時代に台頭した国家や地域は大勢の生産力を基盤に巨万の富を創出したと。それらの時代では取引の中で自分が蓄積した富が他の価値の低い通貨に駆逐されぬよう厳重に工夫がなされていたと。19世紀の間に裏付けられた制度や19世紀の金に裏付けられたポンドや20世紀の金銀のドルがそうであったように、その時代に君臨した高価値の通貨を維持するためのメカニズムが作動していたと。世界の富は価値を保ってくれる場所に集中する。そして強く安定した通貨は社会の分業と資源の合理的な配置を促す。その結果、より合理的な経済構造が形成され、より多くの富が創出されると。しかし、巨大な国家が下り坂を転げ始めると、生産力は次第に萎縮し、莫大な政府財政支出と戦費によってこれまでの蓄えを使い果たすことになると。政府はインフレを作り出し、負債の山から逃れ、国民の蓄えを略奪しようとする。その結果、富を守る場所を探して海外に流れていくと。通貨の弱体は国家の衰退を示す最初の兆候と言えると。1914年のイングランド銀行がポンドと金の奪還を中止すると発表した時から、大英帝国の権威が戻ってくることはなかったと。ニクソンが1971年に金取引の窓口を閉鎖した時から、アメリカの輝きは色あせ始めたと。イギリスは第一次世界大戦の終焉とともにその国力を無産させ、アメリカは幸運にもこれまで大戦の戦場にならなかったため、
束の間の繁栄を保っている。しかし花に囲まれ、宴を楽しんでいるように見える豪邸の内部は巨額の債務によってすでに空っぽになっているのだと。インフレを操作して国民の富を騙し取ろうとする国は最終的に富に見捨てられると。これが今日のメインテーマですね。いわゆる欧州ロシア時計はどうして50兆ドル約5400兆円ものとてつもない富を秘密裏に蓄積できたのかということの答えがこの本の中に出ているということで、それを、引用したんですね。ということです。これ全部アップするの難しいんで最初のところだけですね。これですね。そしてこれの URL。そして出典ですね。孫本斌さんの本です。それで第一章ロシア時計世界一の大富豪と。今年もあれですよ、ダボス会議が間もなくスイスで開催されると。その時期に、毎年ですね、スイスを拠点にする反貧困の NGO オックスファムというのがクレディ・スイスと共同して、世界の大富豪が約10名とか20名が地球全体の下から半分の人口の富を独占しているというようなセンセーショナルな記事を今年も出すでしょうね。それに騙されてはいけないよと。いうことなんでね。フォーブスがこれランキング、フォーブスがランキング出すのが4月ぐらいですかね。ビル・ゲイツがどうしたとか、今はペゾスですか、アマゾン。でも結局彼らの総資産は10兆円ぐらいなんですね。5400兆円のロシア時計の総資産というのはフォーブスには絶対出てこないですね。オックスファムにも出てこないと。だからあなたがこのメディアにいっぱい食わされていると。メディア支配してるからロシアのことは一切出てこないと。ロシア時計は一体どのぐらいの資産を持っているか。少なくとも見積もっても50兆ドルはあると言われていると。具体的な数字を出したのがこのソン・ホンビンさんのこの本
が初めてでしょうね。ロクシダイル時計がいかにしてこの50兆億ドルを手に入れることが、これから紹介していくというロシア時計が金融政治戦争という残忍な戦場を勝ち抜き、この200年間で最も巨大な金融帝国を築き上げた背景にはと、これですよね。背景には何があったのかと。健康な家族制度、精密で外部から見えない暗闇の中での操作、精密な洞察力、市場より迅速な情報収集、一貫して冷徹な理性、お金への際限なき執着と欲望、お金と富に対する洞察力と天才的な読みなどがあったかということなんですね。で、第2章、アメリカ大統領の100年戦争。アメリカ大統領7人が暗殺されていると。このいわゆる通貨発行権をめぐってですね、アメリカ史は国際勢力から干渉と陰謀に満ち溢れていると。国際金融勢力がアメリカの中枢に入り込み、アメリカ経済が転覆していることを人々は知っていたら鳥肌が立つように不安を感じていただろうと。しかし彼らは人に知られないように巧妙に入り込むと。ここですよね。この新しい体制である民主制度は通貨発行権を牛耳ることによって国を支配する戦略を取ってきた国際銀行家の戦略に対して対応策と防御の面で大きな欠陥があったと。そうなんですね。アメリカ政府は南北戦争後も100年間にわたって民営の中央銀行の設立という金融分野の最重要課題をめぐって金銭に関わる超特殊利益集団とも言うべきグループと命を懸けて戦い続けてきたと。そういうことなんだね。で、最終的に7人のその過程で7人の大統領が暗殺され、多くの国会議員が命を落としたと。これは第二次世界大戦のノルマンディー上陸作戦の第一陣の平均死傷率よりも高いと。で、中国が金融分野を全面的に開放するに伴い、国際銀行家が相次いで中国金融産業の心臓部に入り込んでくると。だからそれに対していかに防御策を取るのかというのが孫本斌さんのこの本を書いた動機なんですね。最後の砦である中国の金融経済
がロシアド国際金融マフィアの手に乗っ取られないようにするにはどうしたらいいかと。で第3章、中央銀行。正直に言ってアメリカの連邦準備銀行が国有でなく私有の中央銀行、すなわち民間の銀行であることを知っている中国学者は今でも少ないと言われる。経済学者でも知らない人が多いと。いわゆる連邦準備銀行はその実、連邦でも準備でもなく、また銀行とも言えない存在という、そうなんですよ。アメリカ人のおそらく9割は知らないんじゃないですか。 FRB が 100% ロシアドの銀行であると。多くの中国人は当然ながらアメリカ政府がドルを発行していると思っているだろうが、アメリカ政府は実は通貨の発行権を持っていないと。1963年、ケネディ大統領が暗殺されたとき、アメリカ政府は最後に残っていた銀行の発行権も失ってしまったということなんですね。ケネディは自ら政府がドルを発行したんですよ。そして殺されちゃったと。でアメリカ政府がドルを欲しければ国民から未来の徴税を私有中央銀行である連邦準備銀行に担保として差し入れでドル貨幣を発行してもらうという、こういうまどろっこしいことやってるんですね。日本もそうですよね。国債発行すると。で連邦準備銀行の性質と来歴はアメリカの学会とメディアにとってはタブーと。メディアは毎日同性愛者の結婚問題のような痛くも痒くもないような話題を延々と議論しているが、一人一人の国民の目が日々の利害に関わる通貨発行の支配者は誰かという最重要問題には一言も触れないと。タブーなんですよ。で本書ではこの最重要問題についてアメリカの主流メディアがろ過してしまった連邦準備制度の成立の秘密についてお話しすることにしたいと。それで第4章、第世界大戦と大不況、国際銀行家の豊穣なる季節と、羊狩りですね、羊毛狩りですね。第4章、戦争するには資金が必要だと。大きな戦争ほど戦費がかさむと。それは当たり前のことだ。だが問題は誰が戦費を出すということ。ヨーロッパやアメリカの政府は通貨発行権がないため銀行から借りるしかないと。ここですよね。戦争はあらゆる物質を瞬く間に消耗すると。鍋を潰して武器に変え全てのものを失ってもそれでも最後まで戦うと強いると。交戦国の政府はどんな代償を払っても戦争を続ける条件など考慮もせず銀行家から融資を受けることになると。だから
国際金融マフィアにとっては戦争は儲かるんですよ。ボロ儲けできるんですよ。それゆえ銀行家は戦争を好むと、また銀行家は自ら戦争を仕組むと、きっかけを提供し、そして支援すると。国際銀行家が所有する立派な建物は、これすごい表現ですね。すべて犠牲者の亡霊がさまよう、廃墟の上に建てられていると。これはいい表現ですね。そして金儲けのもう一つの重要な手段は経済危機を演出すると。国際銀行家はまず銀行信用取引を拡大するとバブルが起こり、国民は莫大な資金を投機市場に注ぎ込むと。投資ブームが最も高まった時点で金融引き締めに転じると。それで景気低迷と資産価値の暴落を引き起こすと。有料資産の価格は通常の10分の1あるいは100分の1に下落すると。そしてさらに安い値段になったとき、その有料債券を買収すると。でこれは国際金融家の間では羊毛狩りと呼ばれ、私有中央銀行が設置されてからその羊毛狩りはそれまで、歴史上最も経験したことのないほど程度も規模も大きなものになっていったということですね。で最近では1997年のアジア通貨危機、これですね。羊毛狩りで、第5章インフレ、ケインズは金本位制を憎んでたんですね。から第8章不意打ちの通貨戦争、そして第10章万世を測るものと。金も同じように金ですね。第10章金本位制をやめると。1850年はロンドンは世界の金融システムの本場と。その100年後1950年はニューヨークに世界の富が集中したと。2005年国際金融の玉座には誰が座っているのかということですね。ということで第10章で終わりかな一応。ということですね。今は1時間と14分ですか。36名様、126名様、コメントが60件ということですね。ということで今日のメインテーマはこれまでです。そしてトピックス、これ Windows が今日で終わるということで、
数億人に影響かということで、Windows 7を使っている人が数億人までいるという驚くべき情報ですよね。Windows 10は9億台の端末で利用されていると。で Windows 10が稼働するパソコンの数はWindows 7が動いているパソコンの数は Windows 10 9億の端末の数をわずかに下回るということは、数億8億台まだ7が稼働してて今日で終わりという恐ろしいことになってるんですね。これは CNN.com の情報です。だから明日以降 Windows 7は稼働するんですけど、必要なメンテナンスとかセキュリティの情報がもう来ないんで危ないんですよ。ハッカーから個人情報を取られちゃうという危険がますます拡大するんですね。から2つ目、社説、結局自分の足の甲を踏んだ安倍政権の輸出規制6ヶ月ということは半ギョラですね。要するに3つの半導体に不可欠な3つの素材を輸出禁止にしたということが6ヶ月経って日本の輸出企業にとっては大打撃になって、韓国が独自にですね調達し始めたんですね。それはもう最初から分かってたことで、それが現実的になってきたということで、自分の足の甲を自分で踏んじゃったということなんですね。で日本のフッ化水素専門会社でのモニター化学工業が最近、高純度液体フッ素化水素を韓国に輸出したと日本経済新聞が10日報道したと。高純度フッ化水素はフォトレジストフッ化ポリミッドとともに安倍政権が去年7月韓国に輸出規制をした半導体の主要材料の3種類のうちの一つだと。モニター化学は韓国のフッ素化市場の3分の1を占有しており、サムソン電子と SK ハイニックスなどに製品を供給してきたと。それでデュポンがですね、韓国にフォトレジスト生産施設を建てることにしたとのニュースがあったんですね。でデュポンのような動きが増えれば日本企業の競争力に影響を与える可能性もあるとして日経新聞は指摘したと。デュポンは18日韓国に超紫外線用フォトレジストの開発生産施設を作ることを決めたと。2800万ドル規模の投資申告書を提出したということなんね。だから安倍政権が輸出規制を行ってから6ヶ月が過ぎた今、日本経済にブーメランとして戻ってくるはずだという警告が現実に現れていると。韓国の輸入企業により日本の輸出企業がより大きな打撃を被っていると、こういうことですよね。だから安倍政権打倒に動かなくちゃいけないんですよ、輸出規制をかけられた企業は。K さん、そうです、予想されたことです。安倍政権、新総政権のままでは日本は奈落の町、そこにということですね。Windows より Apple は少し、変更停止が穏やかなんでしょうかという、どうなんですかね。Apple の OS は途中で突然でもないか供給サービス停止をするってことないんじゃないですか。よくわかんないけど、アップルで安倍首相がドヤ顔で戦後最長の景気拡大のトンチンカンという日韓現代、
相変わらず大嘘ついてるんですね。安倍政権になって戦後最長の景気が上向いて最長の記録を達成したと。アベノミクスのおかげですって言ってるんですが、バカ言うなと。700兆円の財政出動と、それから金融緩和、異次元の金融緩和、日銀の700兆円を投入して、たった 1% の経済成長もしないっていうのは一体どういうことなのかと。 0.89%。 そして2020年今年の予想は 0.5% ですよ。じゃあ700兆円どこに行っちゃったのと。これはもう金融経済とから大企業と金持ち、そこに行っちゃったからですよ。だから庶民の給料は下がりっぱなしと。一方企業内留保が470兆円も溜まっちゃったということですよね。そして4番目、体制が招いた失敗と、これはデモクラシーナウの1月13日の記事3つですね。体制が招いた失敗と指揮者、イラン当局がウクライナ撃墜を認めると。イランで反政府デモが起こってるんですね。独裁政治やめろという、弾圧の厳しいイランで反政府運動が起こっている。それからタイでも反政府運動が起こってるんですね。そして現在の米国は戦争のために存在していると。ウィル・カーソン元補佐官、戦争の永続化とアメリカ帝国というデモクラシーなの。このパウエル元国務長官の首席補佐官を2002年か2005年まで務めたですね、ウィル・カーソン元米陸軍大佐。アメリカは戦争のために存在してんだと軍人が言ってるんですよ。アメリカは戦争するために存在していると。19年間戦い続けて戦争を行い、終わりが見えないことはそう解釈するしかないでしょうと。アメリカ帝国の側面だと。軍産複合体を続けるためなら欺きもするし盗みもすると。それが真実だ。そしてそれが苦しみなんだとウィル・カーソンは言うということですね。からマネー、パイプラインを止めろと。ウォール街と気候変動気候危機のつながりを暴いたデモで150人逮捕ということで、デモこれですよね。いわゆる金融経済から金が流れてると。気候変動、石炭、石油、CO2 排出、企業産業に大量のマネーパイプがつながってんだと。これに反対するデモが定期的に行われてるんですね。ワシントン気候デモですね。ファイヤードリルフライデーですね。これは俳優のマーチン・シンやホアキン・フェニックス、そしてジェーン・フォンダ、頑張ってますね、ジェーン・フォンダさんから最後プラハ、台北と姉妹都市にと、北京とは解消と、中国反発という、これは面白いですね。これから増えんじゃないですか。中国との姉妹都市関係をやめて台湾と姉妹都市を結ぶと。そして今日の重要情報、米イラン
緊張の中、自衛隊の中東派遣第一陣強行と、調査研究日本のタンカー守るは真っ赤な嘘と、安倍首相が本当に狙うのはと。これはリテラですね。彼が狙うのは自衛隊に、犠牲者が出てですね、昨日のコメントに砂月さんのコメントにありましたね、大々的に危機を煽って、憲法改正まで持っていくと、海外派兵を常態化して、そのためのきっかけ作りをわざとしたんだという、そういうことでしょうね。恐ろしい人間だよね、安倍っていうのはね。ということで、今日の放送、火曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。今日火曜日、88分16秒10秒17秒かで、同時期で視聴された方が40名、全体で146名様、コメントが71件ということですね。砂月さんお疲れ様でしたということで、今日の放送お疲れ様でした。明日は普通日語放送久しぶりにやりますので、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わり。